どういう感情で話していいか分かりません皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回は月産2023年9月号のからかい上手の高木さんの感想を話していこうと思います。よろしくお願いします。もうね、何をどう話していいかは全く分かんないですまあとりあえず月さんからからかい上手の高木さんに関する最重要発表が、ありました。それに関しては最後に話そうかなと思っております。とりあえずは今回もいつも通りに、話していこうかなと思っております。話せるかどうかは分かりませんというわけで今回もネタバレありでがっつりと話していこうと思いますんで、まだ本編を読まれていない方は絶対にゲスさんを買ってから見てください。というわけで今回も早速行ってみましょう。もうね、今回はもういろいろと話したいことがあるんですけれども、とりあえずはいつも通りで今回の月産2023年9月号のからかい上手の高木さんサブタイトルはお守りでした。お守りはもう高木さんとは切っても切れない関係ですね。もうアニメの一期からずっと東京の高木神社さんで高木さんのご祈祷をいただいたりとか、高木さんのお守りがね発売したりとか、また高木さんの聖地小豆島の小豆島大観音でも高木さんのお守りがね出ておりますんで、もう高木さんとねお守りは切っても切れない縁で結びついているんじゃないかなって思っております。というわけで早速表紙からいってみましょう。もう表紙からすでに、西方が高木さんのことをね完全に意識してますよね。もう顔を真っ赤にする西方対して、いつも通りのもう楽しそうな笑顔を浮かべている高木さん、本当にいつも通りの光景ですよね。そしてここの煽り文なんですけども、久しぶりの雨、久しぶりの帰り道ということなんですが、あれ久しぶりだっけ、前回一緒に帰ってたよね久しぶりじゃなくねって思ったんですけども、もう次のページで分かりますと。それでは本編。雨が降りしきる学校、放課後高木さんと西方は一緒に帰ろうとしております。高木さんの一言目から相合い傘というワードが出ております。もうこの雨、傘、そして相合い傘っていうのはね、からかい上手の高木さんの中でも大きな意味を持つワードですね。一巻の表紙がねもうそうでしたもんね。以前あった雨の話では傘を忘れた高木さんに対して西方が見たいアニメを蹴ってまで高木さんの元に戻って入っていくお誘いをしたエピソードがありましたよね。でその時は高木さんは次はわざと傘忘れようかなってね言っておりました。もしかしたら今回の高木さんも、傘は持ってるかもしれないけれど、やっぱり西方と一緒に帰りたい、西方と一緒に相合い傘したいっていう気持ちが強いのかもしれませんね。そして今回はもうなおさらですね。でいつも通り高木さんにからかわれる西方、そんな西方の脳裏によぎっているのは前回の高木さんとのやりとりですね。晴れたねの伝説のやりとり、そんな西方は心の中でここつぶやいてるんですけども、めちゃくちゃ重要なワードですね。相合い傘は恥ずかしい、でもそれ以上に高木さんだからって、もうここねやばいですよね。西方もこの時点でね心の中でつぶやいてるわけですよ。西方の心の中で高木さんへの思いが如実に見えた瞬間ですよね。前回の動画でもお話ししたんですけど、最後に西方が高木さんをわざわざ呼び止めて好きかもしれないって言葉を伝えたじゃないですか。あの言葉が今回の話でがっつりとはっきりと明確にこの僕たち読者に伝わった瞬間ってのがここですよね。まずでそんな雨が降りしきる中、高木さんと西方はねいつものごとく相合い傘で帰宅しております。でここちょっとびっくりしましたね。最初まさか西方が本当に陸上部に入るなんて正直思いもしませんでした。前回の感じだったらやっぱり陸上部は興味はあるけれど高木さんと一緒に帰れなくなるからなみたいなのもねちょっと匂わせてたんで、どうなのかなと思ってたんですけども、入ったか、陸上部入っちゃったか、そうか、ちょっとねここねびっくりしました。でだからこそ2週間ぶりに一緒に帰るってところも明かされております。そう、表紙のワードですね。2週間ぶりだからこそ久しぶりって言ってたんですね。時系列的にはここも3年生の春ぐらいですよね。もうね途中からずっとね高木さんと西方は一緒にね帰ってたと思うんですけども、ほぼ毎日一緒にね帰ってた2人にとって2週間っていうのはやっぱり長いでしょうねきっと。そして陸上部に入った西方は陸上部の活動を結構楽しいってね高木さんに素直に伝えます。初めて本格的に体を使うことを楽しんでいる西方、ここはもう間違いなく将来の西方に結びついているんでしょうね。からかい上手の元高木さん、
西方の職業は体育の先生ですよね。これは西方の将来の動機づけには十分なほどの動機づけになりますよね。そうかってことはあれかな、陸上部で早苗ちゃんと一緒に走ってるのかなとかちょっとね思ったりとかで、そんなね結構楽しいって伝える西方の表情を見て、ここまた高木さんがねもういつものような朗らかな屈託のない笑顔を浮かべるんですよね。本当にもう高木さんが言うようによかったねって言葉通りの表情をね笑顔をしてるわけですよ。でそんな高木さんの相づちに西方はねまたっていうわけなんですが、でもねここ西方ね頬を染めてちょっと節目がちなんですよね。何かしら思うところがあるんでしょうね、きっと。そして次7ページ目の高木さんのセリフですね。久々に西方と帰れてちょっと嬉しいかも。このちょっと嬉しいかものちょっとがねまたねちょっと高木さんやなって感じがするんですよね。いやもしかするとさめちゃくちゃ嬉しいかもしれないよいやめちゃくちゃ嬉しいんだけど、高木さんってやっぱりそういうとこあるじゃないですか。この思いを出しすぎると西方の重荷になっちゃうんじゃないか、西方が重いんじゃないかって感じちゃうみたいな、完全に妄想なんですけども、だってさ約束会とかほんとそうだったじゃないですか。でこの後のこの下りというかまるで約束会と同じようなこの間というかさ、高木さんの返答な気がするんですよね。このね空気感がねほんとたまらないんですよね。高木さんの控えめなところが出てるかなというか、多分これまた後ほどねお話しすると思います。でその高木さんのさ素直な嬉しいかもって言葉を聞いた後の西方ですよね。ここでね西方もね自然と言葉をこぼしてるんですよね。俺もってついついこぼれた本当の気持ち、本音ですよね。西方はねいつも通り、すぐに気持ちをねはぐらかして本心を隠そうとします。でこの後の高木さんのそっかのこのたった一言、これがね、約束で見たやつそうだからね僕は約束的な空気感をね感じ取ったんですよね。このそっかがね高木さんなんですよね本当に。いやこのそっかのこのつぶやき具合がこれもう約束と同じぐらいのテンションだったらもうねやばいんですよちょっともうすでにグッとくる感じなんですけども、なんで僕もね西方と同じくはぐらかしますここで西方はそんなね雰囲気をぶち壊すがごとく、自分のね気持ちを紛らわすために西方は高木さんに勝負を仕掛けます。雨が止むかどうかの勝負、これはもう間違いなくみかんの雨宿りをね彷彿とさせる勝負内容ですよね。そうみかんの雨宿りです。2人は勝負をねするわけなんですけども、この後の西方の独白がねもうね尊すぎるんですよね。やばいんですよね。ここ西方がね素直な言葉を言いそうにてってね、もう西方の中で高木さんと一緒に帰れて嬉しいっていうことをここ辞任してるわけですよね。前回の動画で言った西方の気持ちの芽生えが自覚になってそれをもう認めてる状態ですよね。だから辞任してるわけですよね。もう意識すると止まらない、止めることができない、高木さんへの思いを止めることができない。で西方はね心を落ち着かせようと、ね、普通にといつも通りと自分に言い聞かせるように心の中で独白をねつぶやいてるわけなんですが、またここちょっといいなと思うのがここ9ページのねコマなんですけども、高木さんと西方がお互いに反対側を向いて目をそらしてるんですよね。これ西方の気持ちは僕たち読者もダイレクトに伝わってるじゃないですか。でこれもしかすると高木さんも西方と同じように視線をそらしてるってことは、もしかすると同じ気持ちなのかなとかね思うとね、またとんでもないことなんですけどもでその後西方はね、思いつきの勝負にしては思いのほかいい感じに勝負できてるんじゃね、勝負提示できてるんじゃねと思って満足げな表情をね浮かべておりますと、ドヤ顔をね浮かべておりますと。でそんな西方に高木さんがね声をかけます。高木さんが西方に差し出したもの、それは今回のサブタイトルですね。お守りでしたと。陸上を始めた西方をおもんばかって渡したお守りですよね。笑顔で頑張ってねという高木さんに、もう西方はね顔を真っ赤にしながらお礼を伝えます。この高木さんの表情と、西方のこの表情、今回ね全シーン重要なシーンしかないんですけども、もうこの後さらにね天元突破します
僕の中では。いやこのね、高木さんの笑顔をまっすぐと見据えた西方で、お礼を伝える西方、おそらく小声で多分ね、もう拙い感じで、ありがとうみたいな感じで伝えてるんですけども、その心情はもう全てね、高木さんに支配されてるのかなって思ったり、お守りを渡して晴れやかな顔の高木さんで、胸の高鳴りのせいかまたうつむく西方ですよね。でそんな高木さんの横顔を西方が盗み見るわけですよ。前回のサブタイトル「好きということ」で、高木さんのいつもの笑顔で自分の、ね、気持ちに、本心に気づいた西方で、今回お守りを受け取った時の高木さんもいつもの笑顔をしてるわけですよね。でこの後西方はついに全てを認めます。それが12ページの西方のモノローグですね。俺今好きな人と相合い傘してるのかっていう西方が認めた瞬間ですね。ちょっとね、まともに喋れないかもしれないけどもお付き合いください。ちょっとお聞きづらいところがあるかもしれませんけど、このまま動画回させていただきます。前回西方自身がね口にした好きかもしれないっていう言葉が好きになった瞬間ですね。高木さんのことが好きだと自覚した瞬間ですよね。きっとね、西方の人生の中でも一生忘れられない瞬間なのかもしれません。西方の中で高木さんへの思いが確定した瞬間かもしれません。ずっとね、高木さんへの思いをはぐらかし続けてきた西方が認めた瞬間、それはね、あまりにもあっけなくて、あまりにもいつも通りで、日常の中で起きたごくごく自然な一つの恋の物語ですね。からかい上手の高木さんっていう、まさに日常を描いた作品の中の日常の中での恋心の決着ですよね。そんな折気づくと雨はね止んでおりました。雨が止んだことに気づいた高木さんが西方の肩からとっとね離れます。雨が止んだってことは勝負ありですね。今回もやっぱり高木さんの勝利と相なりましたと思った瞬間ですね。西方は自分の差していた傘を高木さんの頭上に差し出します。雨はねもう降っていないにもかかわらず、14ページですよね。高木さんと西方の全身が映った構図、これがねとてつもなくね美しいんですよね。特に高木さんの仕草が、この高木さんの動きに合わせて揺れる髪の毛ではためくスカートで、全身アップにしているわけじゃないんですけども、伝わってくる躍動感、これがねさすがの画力ですよね。ここね、西方の頭にねもう傘がほとんどねかかってないんですよ。高木さんはねほぼ全身がねちゃんと傘の中に入っているにもかかわらずで、また目をそらしたまま、頬を真っ赤にしたまま西方が言います。まだちょっと降ってない。もうね、西方がねいじらしすぎるよね。もうね、作品の性質上高木さんがね素直になれなくて西方をからかうっていうねいじらしいシーンはねもうたくさん山ほどねありましたけど、この西方が素直になれなくて、でも高木さんへの思いがねしっかりと伝わってくる素晴らしい言動ですよね。これぞ西方最適解っていうね、それは山本先生が描いてるから当たり前なんですけどでももうこれぞ西方ですよね。でそんな西方に対して高木さんがねカラカラとねいつも通り笑いながら言葉を紡ぐんですよね。でここなんですよ。ここ僕ね15ページ目の高木さんのセリフ、すっごくなんか高木さんだなっていうのを感じてるんですけども、この上のコマのセリフですよね、長いやつ。ここね、今までの西方だったらこういう気持ちで行動するんだろうなっていうのを全て組んだ上でこのセリフを高木さんが言ってるんじゃないかなと思って、で今までの行動を全て組んだ上だったらこれ最適解なんですよね。西方だったら絶対これを考えてるんだろうなって言葉を高木さんが全部紡いでるわけなんですよ。そう今までの西方だったらなんですよね。ここねめっちゃね話したいことがあるんで口実しますもう進まなくなっちゃうんでね。でその後ですね、そんな高木さんの言葉に、まるっと肯定する西方ですね。そうあくまで勝負だから、勝負に負けたくないからっていう、このずーっとねもう20巻10年ですね、10
10年続いてきた2人をずっとつないできた系譜ですよね。この勝負っていうのはね。そんな西方の言葉を聞いて、またいつもの笑顔を向ける高木さん、そしてそんな高木さんもからかい足りなかったとこだしって言って、また再び西方の隣に傘の中に入る高木さん。もうね、この2人の様子はもうまるで一巻の表紙のごとく、劇場版の冒頭のごとく、相合い傘の中で肩を寄せる高木さんと西方、そして雨上がりのね、曇り空を見上げながら、そう、雨上がりなんですよね。まだ降ってるかもねっていう高木さん、その高木さんの言葉に動揺する西方。雨が止んだ中、2人で相合い傘をしながら帰る帰り道、曇り空の下、気持ちも晴れ晴れと、煽り文でも言っておりますと、ちょこっとからかいながら、でもいつも通りな、本当にいつも通りな、これといってめちゃくちゃドラマティックでもなく劇的でもない、いつも通りのからかい上手の高木さんで、ここでね、今回の話が終わるんですけれども、あの話はちょっと待ってね先にちょっと今回の物語の話をいろいろとね、またお話ししたいんです。さて、前回の好きということでね、ついに西方の気持ちが動きました。ついに西方が自分の中の高木さんの思いに気づきました。それが今回、もうすでに好きだということをはっきりともう明瞭に認めていますよね。このね、スピード感がね、エグすぎるねもう早すぎて、もう前回の動画で確か、もしかしたら宮本先生のことなんで日常会に戻るかもしれませんねってね、話してたのがね、もう恥ずかしいぐらいですねもうギアを上げるどころか、もうフルスロットルでね、もう振り切ってますね。で、今回は西方の気持ちの対比がよくわかる話だと思いました。まさに昔の話の踏襲かのような、それがね、如実に現れているのが相合い傘という行為自体ですね。最初言った通り、西方が陸上部に入ったのも結構個人的にね、驚きだったんですけども、まさに前回の動画で話したラブコメとかでよくある離れ離れになってお互いの気持ちを自覚するにちょっと近いような、会えない時間がお互いの気持ちを強くしたというかね。ということは、前回の早苗ちゃんの行動が結果として本当に西方の背中を押してるじゃんね捉えることもできるなぁと。まさか本当に早苗ちゃんが2人の物語のキーパーソンになるなんて誰が思うで、そんな2人の日常に過去最大級の変化が訪れた時、西方が自分の気持ちを認めたわけですよね。そして先日の対比でいうと、今回の勝負内容が2巻の雨宿りそのものであって、相合い傘自体はもう1巻の傘の踏襲に思いますよね。で、ここで西方の心情の変化がもう手に取るように伝わってくるわけですよ。1巻の時の傘では、クラスメートのよくからかってくる可愛い女の子との相合い傘で、この行為が恥ずかしすぎて、顔を真っ赤にしてね、いろいろあーだこーだやってた西方なんですけども、で、最終的に散々からかわれて、高木さんめーってね、いつものモノローグを吐くってのがお約束でした。そして10年のってワードがね、僕弱いかもしれない10年が長すぎて、でその10年の時を経て、西方としては相合い傘自体が恥ずかしいことは変わってないんですけども、それが好きな人である高木さんとの相合い傘っていう認識に変わってるんですよね。これが4ページ目の高木さんと12ページ目の好きな人がリンクしてて、1巻と現在のこの10年間の対比、ずっと続いてきたからかい上手の高木さんの西方の気持ちの答え合わせだと、答えが出た瞬間だと思いました。そして今回も見ての通り、西方は自ら進んで高木さんにね、傘を差し出してるわけですよね。で、もうこの声がね、もう尊いなんてレベルじゃないほど尊いんですけど尊い以上の言葉は僕は知らない一巻の傘では1秒でも早く相合い傘っていうね、この恥ずかしい行為から逃れたいと思っていた西方がですよ、それが自ら進んで、つまりね、言い換えたら1秒でも長く高木さんのそばにいたいかのような行為ですよね。で、今回僕が一番言いたかったセリフがこの15ページ目の高木さんのセリフなんですよね。勝負に負けたくなくて相合い傘継続させるなんてっていうセリフあるじゃないですか。この
下り、これ本当にからかい上手の高木さんなんですよね。今までの西方だったら勝負に負けたくないっていう気持ちで、いかに高木さんを出し抜くか、いかに高木さんにからかい返せるか、ね、勝負に勝てるかっていうのをずっとね考えてきたはずなんですよ。だから今までの西方からすると高木さんのセリフは最適解なんですよね。大正解なんですよね。でもね、今の西方はそうじゃないんですよね。さっき言った通り、1秒でも長く高木さんのそばにいたいっていう気持ちが西方にあったとするならば、西方はもう勝負の勝ち負けよりも高木さんと過ごす時間をね最優先しているわけですよね。その行為がなんか僕にとってはまさにからかい上手の高木さんの土台となる2人のこのからかい勝負っていうのを最高の形で西方の行為にリンクさせた表現だなって思いました。これまでの2人のからかい合い勝負っていうのを今の西方の気持ち心情に最高の形でつなげている。もうね、うますぎてさもう完璧すぎてさ、別にね伏線張ってるわけじゃないと思うんですけども、ね、伏線回収がエグすぎるんですねもうね、まあね、アニメの高木さんもさ伏線回収やばすぎたんですけど、原作の高木さんもね伏線回収がやばい。まあね、伏線だと思ってるのは僕だけなんですけど、でまあそしてもう一つですよ、ここの高木さんのセリフあえて全部説明してるんですよね。多分今までの西方だったら多分こう思ってるんであろうことを全部言葉にしてるわけなんですよね。でその上でさすが西方だねっていう言葉までつけてるんですね。でもね、西方の心はもう全部見透かしちゃう高木さん。でもさ、これ言ってみればさ、一つも当たってないんですよね。あの高木さんが一つも当たってないんですよ。なのでここはあえて当ててないんじゃないかなと言わせてください。これ多分前回の動画で言ったことと全く同じなんですけど、やっぱりね高木さんは西方の心はまるっとね読めると思うんです。なので今回のこの西方の心情もきっと高木さんは分かってるはずなんですよね。でもその上でこうやって当たっていない言葉をスラスラと並べたんだとするならば、高木さんは西方の気持ちにしっかりと気づいてるはずですね。でそれは西方の嘘偽りないまっすぐな恋心が自分に向いていることも分かってるはずなんですね。だからあえてそこは見透かさなかったんじゃないかなって思ってます。これはもうからかい上手の高木さんの大前提なんですけど、高木さんは西方のことをからかうけれど決していじめてるわけじゃないんですね。だって大好きだから肝心なところは、言及しないんですよ。それはもう約束だったりとかさ、アニメだったら2月14日だったりとか、それこそ劇場版とかでもう痛いほど伝わってくるわけじゃないですか。西方のことが大好きだから大切な人から西方から言ってほしい、西方の口から直接聞きたいと、その表れなんじゃないかなって思います。そしてこれ前回の動画も言ったんですけど、全く高木さんの頬が一切染まってないんですよね。今回も前回も一切赤くなってないんですよ。これはもう明らかに意図的に山本先生がそう描いているように感じざるを得ません。西方の頬が赤くなれば赤くなるほど反比例するかのように、もう高木さんはいつものように朗らかなね笑顔を浮かべるシーンが多々描かれてるわけですよ。僕はこれはもう布石にしか思えませんね。さてそれは何の布石でしょうか。というわけで今回の話の本編はここまでとさせていただきます。ちゃんと飛ばさずに見てくれましたか本編の話はこれで終わりなんですがですよ。はい、次の17ページ目ですね。本来あるはずがない17ページ、ここにからかい上手の高木さんの最重要発表が描かれておりましたと。もうね正直もうみんな知ってると思うんでもうまま読ませていただきます。忘れられない夏が来る。からかい上手の高木さんは2023年10月12日に発売の月産11月号で最終回を迎えます。二人の物語を
最後まで守ってください。というわけで、からかい上手の高木さん、あと2話で、あと2ヶ月で最終回を迎えることが発表されました。何を言っていいか分かりませんけれども、とりあえずは言わなきゃいけないことがありますよね。山本宗一郎先生、最高に尊い作品をありがとうございます。先生のおかげで、高木さんのおかげで、本当に人生が変わりました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。まずはそうお伝えしたいですね。そもそもね、高木さんがなかったら僕 VTuber になってませんからそれは紛れもない事実まあね、長々と喋るのもあれなんで、ほんのちょっとだけ僕の思いを語らせてくださいよと。もうね、本編は終わってますんで、もうここでね、視聴やめていただいても全然構わないんで、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いしますこのタイミングではい、正直ね、こんな日が来るなんて思ってもいませんでした。サザエさんばりにずっともうまさに永遠に続くんじゃないかなって思っていた作品です。そう思わせてくれた作品です。人生で初めてですね、そう思わせてくれた作品はからかい上手の高木さんっていう作品の性質上、ネタが尽きるまでもういくらでも書ける作品だと勝手に思ってるわけです。で、以前山本先生自身もインタビューで話が思いつかなくなるまで描きたい、ニュアンスはねちょっと違ってたらすいません、そんな感じでおっしゃっていました。で、高木さんってラブコメの王道である学校イベントってほとんど描かれてないんですよね。運動会だったりとか音楽会だったりとか、アニメでは描いてましたけども、文化祭ありましたよね。で、そして修学旅行っていうビッグイベントももう何もかも描かれてないんですよね。もう神回確定の行事を全然描いていないにもかかわらず、日常の中のささやかなからかい、ささやかな感情の機微をね、丁寧に繊細に、そして尊く描いてらっしゃいました。だからぶっちゃけた話、ネタが尽きたから終わるって感じではないんじゃないかなって思っています。でもこのタイミングでからかい上手の高木さんっていう中学生の高木さんと西方の甘くてあったかくて優しいからかい日常コメディという作品をね、終わらせることは山本先生なりの考えがあってのことなんだなって思ってます。だからこのタイミングが高木さんが終わるベストのタイミングなんだなって思ってます。でもね、一度だけみなちゃんの言葉を借りて言わせてください。ずっと続いてほしい。本当にからかい上手の高木さんのおかげで人生が変わりました。本当にありがとうございます。でもね、まだ終わりじゃないです。最終回まであと2回あります。最後まで高木さんと西方の行く末をあったかく見守っていきたいと思います。というわけで、この動画楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。あと2回最後まで楽しんでいきましょう。それではご視聴ありがとうございました。スージーでした。またねー。ずっとちゃんと喋れなかった